皆さんこんにちは、藤本おせまりです。今日は先日参加した遠藤さんの講習会に行ってきたんですけど、その時に一般人と実業団選手、トップ選手の違いというのが見えてきたので、それをここで説明していきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、それでは一般人とトップ選手の違い、私がそれに気づいたのはもうここのインパクトの強さです。はい、ズバリこれは言いますと、この打つ時のインパクトの強さになります。我々はこう腕をパーンとこう振って後ろに返すイメージあると思うんですけど、もうトップ選手になると小さいスイングでどれだけ強い球が打てるかっていうことにすごく特化しています。なのでここからもうパーン、これぐらいで全部後ろに帰ったり前に打ったりドライブ打ったりっていう風にしていくので、この小さく強く打つというのがねすごく重要になってくるんですね。でこれがやはりね一般人だとなかなかできないんですけど、ただ練習すればおそらく少しは近づけるんじゃないかなと思うので、私も今一生懸命やってるんですけど、これもねぜひ皆さんに伝えて、皆さんにもやっていただいて、少しでもねこうバドミントン強くなっていただければなと思うので、さらにちょっと深く説明していきたいと思います。はい、まずこの、レシーブをするにあたって、レシーブだったりこれはプッシュでも、ドライブでも全部言えることなんですけど、遠藤君の考え方では最短で出して最速で打つっていうところですね。だから最短最速です。最短で出して最速で打つっていうような考え方です。でこれをやるためにはまずグリップが大事になってきます。でこれはね過去のレシーブ動画でも説明したことがあるんですけど、遠藤君に聞いてもやはりそうだったんですが、フォアとバックの両用グリップになります。私としてはコンチネンタルグリップっていうふうに言うんですけど、持ち方としてはバックハンド寄りのややフォアです。なのでこのままフォアも打つことできるしバックも打つことができるような状態で、グリップは比較的緩めに握るという話をしてました。で大事なのはここでしっかりロックする、人差し指と親指でしっかりロックしてこう止めることができるようにするんですね。はい、これがただこうフワーンフワーンって流れるんじゃなくて、止める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 、バックからでも止める、フォアからでも止めるっていう動きがしっかり作れるようにロックするっていう話をしてたので、このロックする力をねしっかり意識しながらこのグリップしっかり持ってやっていきます。はい、次に当て方なんですけど、私が見る限り、何パターンかその最速の出し方がありまして、1つ目がインパクトを出してすぐ戻してくるパターンですね。前のレシーブ動画でも説明したと思うんですけど、インパクトでパンって打ってそのまま次戻してすぐ次の準備にしていくっていう風に、話をしてました。でここでポイントは握力です。私はねあんまりこう握力使うと次遅れちゃうよって話をしたと思うんですけど、遠藤君的にはこう握力も使って手首も使って体も全身使って小さくスイングする、要はこういうスイングができるやつの本当にここの一瞬の部分だけをどれだけ力が出せるかみたいな感じのレシーブで打ってます。なのでこの辺の球、この辺の球、この辺の球全部ラケット出してパンパンパンっていう感じで打ってます。でこれが実際できるとですね、腕をそんなに振らなくても楽に強い球が打てるとなれば、だいぶスマッシュレシーブに対して余裕が作れると思います。要は面だけ合わせて小さく強く、面だけ合わせて小さく強くっていう打ち方になってくるので、本当に体の近くまでギリギリ回っても強く打てるっていうふうに考えると、だいぶねこうレシーブに対して余裕が作れるかなと私自身もね今強化しててすごく感じたんですけど、やはりそこで少し余裕が出てくると相手もよく見えるようになってくるんじゃないかなと思うので、まずそれができると一つ余裕ができるというふうに思ってください。で、一つはこの、バーンって打って戻す力ですね。でそれと今度はバンって打ってここで止める、例えばロビングなんかも遠藤君はこういうふうに打たないで、どっちかというとパッパッパッこういう打ち方します。でそのインパクトのところで止めて、で自分でしっかり狙ったところに打つっていうふうに意識しているそうです。でポイントはやはりこういうふうに振ってしまうと自分が狙ったコースに対して少しぼやけてしまうので、しっかり高さとか速さとかその軌道も踏まえてしっかり狙ったところに打つっていうのがポイントになってくるようです。で
バックハンドで打つ場合は比較的止めやすいんですけど、フォアハンドで打つ場合はこの親指とこの下の部分だけでしっかり止めないといけないので、親指ちょっと流れやすいんですけど、しっかりここも止めれるように意識して振る練習をしてみてください。こういう感じです。パッ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 っていう感じですね。でこれができるとレシーブだけじゃなくて、例えばドライブに関しても一瞬で強く出す、一瞬で強く出す。で前衛に関してもラケット出してパンパンパンっていう感じで打てるので、私は今まで前衛でこう打つ時にこのテイクバックする時間も考えてうまく合わせていかなきゃいけないと思ってたんですけど、今の考え方だと打ちたい場所にラケットを出してバンって打てるようになってくるので、割と前衛も余裕が作れてミスも減ったんじゃないかなと思います。なので、こう出してパンパン非常に力いるんですけど、そういう力をつけていくと、より前衛も安定してくるんじゃないかなと思うので、この最短最速で打つっていうのを、ぜひね皆さんも意識してほしいなと思います。で今から練習方法についても紹介していきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。はい、まず練習方法としてはお手軽なこのトレラ系ですね。ちょっと重いラケットを使って同じようにパッパッパッこうスイングだけじゃなくて、こう止める動き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 、こうパンスイングじゃなくて止める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 、もちろんこういうスイングも大事なんですけど、止める動きも、ぜひできるようにしてほしいなと思います。今はこの止める動きを意識してしっかり練習する。だからこれだけじゃなくて、もちろんこういうスイングも必要なんですけど、止めるもぜひ覚えてやっていきます。パパパパパパ、フォアが特に大変です。フォアの力を出して止めるっていうのが非常に難しくなってくるんですけど、ぜひここを鍛えていきましょう。はい、じゃあ実際打つ練習をやっていきたいと思います。トレラケでねしっかり素振りができたら、今度は実際打つところをやってもらうんですけど、このように椅子を立てて、このバックハンドレシーブでこう連続レシーブをしていく中で、この小さいスイングでしっかり飛ばしていくっていう練習をやっていきたいと思います。じゃあお願いします。はい、っていう感じで、ちょっと投げる方も難しいんですけど、もうここで止める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 、はい、っていう感じで打っていきます。もうね指がね大変なことになります。指とかこの手首が。なのでやりすぎると手首痛める可能性があるので、しっかりねストレッチしながらやってもらいたいんですけど、やはりこうどれだけ最短最速ができるかっていうのってすごく大事だなと思うので、これぜひね皆さんもやってもらいたいなと思います。はい、でこの最短最速のショットが打てるようになってくると、例えばネット前からのロビングでもこう相手をねこうギリギリまでシャトルに引きつけてネット前打つよって見せてから後ろに打ったりとかっていうこともできるので、シングルスでもダブルスでもすごく役に立ちます。でこのブレーキングをすることで、その打つ瞬間に強い球と見せかけてブレーキをかけてネット前に落とすとか、そういう技もできるようになってくるんじゃないかなと思います。私はまだそこまでのレベルじゃないんですけど、やっぱり上手い選手、ここでこうロビングと見せて前に落としたりとか、ネットと見せて後ろに打ったりとか、そういうところを結構ギリギリで打ってます。なので、そういうこの引きつける球っていうのが打てると、ダブルスでもシングルスでもね絶対有効に働くと思うので、ぜひやってみてください。ちょっとやってみたいと思います。お願いします。
はい、っていう感じでここからいろんなタイミングを外したりとかねこうすることができるので、ダブルスでもシングルスでも有効なんじゃないかなと思うので、ぜひ最短最速で打てる力をつけてこのネット前からの球にも活かせるようにぜひやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。これは私もすごくこう勉強になったところなんですけど、この最短最速で打つっていうことを、ぜひマスターして、少しでもねこうダブルスでもシングルスでも相手に逆をつくような球が打てればいいなと思うので、ぜひ皆さんも練習してやってみてください。それではまた動画やっていきたいと思いますので、ぜひ見てください。バイバイ。